皆さんこんにちは、幸子です。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。今日紹介するアニメですが、こちら、はい、光が死んだ夏です。このアニメは今年始まったアニメの中で、私の中ではベスト3に入るくらい良かったアニメです。今日はこのアニメについてお話しするんですけど、こちらは先週展示会に行った時にプレゼントでもらったものです。このアニメは漫画がオリジナルです。漫画家の黙々蓮さんという人が描いた漫画です。黙々蓮っていう名前もですね、実は日本の妖怪の名前で目がたくさんある妖怪だったりするので、ちょっと怖い感じがこれもするんですけど、こちらの漫画は漫画の有名な超アワードをいくつか取っていたので、もうアニメになる前からすごく人気があったものです。私も少し漫画を読んだんですけど、その時から早くアニメにならないかなということですごく楽しみにしていた、アニメです。もう見てからはもっともっと好きになりました。サムネイルの、こちらの、写真はですね、光が死んだ夏展で撮った写真です。今日はこの光が死んだ夏のおすすめポイントや魅力についてお話ししたり、アニメに出てくる、面白い日本語の話、それから、展示会の写真を皆さんにシェアできたらいいなと思っています。最後に、すごい展示も見せますので、このアニメが好きな人はぜひ最後まで見てみてください。あらすじ、このお話はある日本の田舎の村のお話です。電車やコンビニもあまりない山の近くの本当の田舎。この村に住んでいる子供の時からの友達、よしきとひかる、この高校生2人が主人公です。ある日、ひかるは山の中で行方不明、つまりいなくなってしまうんですが、1週間後に突然帰ってきます。帰ってきたひかるは見た目も声も記憶も全部ひかるだけど、何かが違う。よしきはお前やっぱひかるちゃうやろ、つまりあなたはやっぱりひかるじゃないよねと言ってしまいます。そしてひかるはお願い、誰にも言わんといて、つまり誰にも言わないでと言って彼が人間じゃないことがわかります。ここから、光だけど光じゃない何かとよしきの奇妙な生活が始まって、怖くて変な事件が村のいろいろなところで起こります。よしきは悩んだり怖くなったりしますが、それでも光じゃない何かといつもと変わらない生活をしようとします。でもこのことに気づく人が出てきて、どんどん大きな問題になっていきますという感じのストーリーです。なかなか面白いストーリーですよね。第1話から私もこの世界に入ってしまいました。このアニメのすごいところ3つの魅力をこれから紹介します。1、テーマが深い。このお話のジャンルはよくホラーの青春ストーリーとかホラーミステリー BL、 つまりボーイズラブとか言われるんですけど、ジャンルをこれですって言えない珍しい漫画アニメだと思います。私は普段全然ホラーは見ないんです。怖くて苦手なんですけど、これは大丈夫でした。って言っても毎回怖いシーンがあって時々スキップしましたし、夜は絶対に見ないって
決めてたくらい怖かったんですけど、ホラーはエッセンスで、メインじゃありません。このお話は、ミステリーなので、この後どうなるんだろうとか、この2人はどうするんだろう、次が早く見たいっていう気持ちが、強くありました。だから少し怖くても大丈夫だったんだと思います。BL、ボーイズラブについても好きっていう気持ちは出てくるんですけど、ロマンスは全然ありません。だから、よくあるラブストーリーの BL とは違う感じがします。大好きな友達が見た目は同じでもある日違う人になってしまった。しかも人じゃないものになった。それでも一緒にいたい。このお話は大切な人が死んだ時にそれを受け入れられない心の葛藤が、すごく丁寧に書かれています。人間とは何か、死ぬとは何か、自分の居場所はどこなのか、人じゃない光を見ているとつい考えてしまいます。それがホラーでもミステリーでも BL でもない、全部合わせて光が死んだ夏というすごい深い作品になっていると思います。2、リアルさ。このアニメが面白く感じるのは本当にある話なのかもしれないと思ってしまうくらいリアルなところがたくさんあるからだと思います。例えばこのストーリーは、三重県にある首立村という、ところの話なんですが、この首立村は本当にはない、村なんですけど、モデルになった、場所はあります。田舎の風景が本当にリアルで、建物、自然、虫、暑い夏、日本の田舎の美しい風景がそこにあって、なんか自分の地元じゃないのに懐かしい感じがするんです。それから、風景だけじゃなくて田舎の、文化もリアルです。村にいる人は全員知っている人で、夜遅くまで部屋の電気をつけていると次の日隣に住んでいるおばさんが昨日夜遅くまで起きてたねって言ったりします。プライバシーが全然ない感じ。本当にリアルです。学校生活もリアルで、クラスメートと歌を歌う合唱コンクールっていうのがアニメでは出てくるんですけど、これも日本人の学生がみんなやるので、練習の時男の子が遊んじゃうとか、ちょっとつまらないと思う感じとか、学校から帰る時歌の練習をしすぎて歌っちゃうとか、本当に、学生時代を思い出しました。それから、ホラーシーンがすごく怖いなと思ったのもリアルだからです。お風呂に怖いお化けが出てくるシーンがあるんですけど、そのお風呂が日本によくある普通のお風呂で、うちのお風呂にも来たらどうしようってたくさんの日本人がこのエピソードを見て震えました。あと話の中で人が入ってはいけない場所、山が出てきて、そこで光は行方不明になるんですが、入ってはいけない場所を禁足地って言いますが、実は禁足地って日本に本当にあります。聖域、サンクチュアリだからとか、理由はいろいろあるんですが、そこに行った人がみんな帰ってこなかったからという理由で禁足地になった場所もあるんです。私は子供の時、日本の妖怪やお化けの話が好きで、よく本を読んでいたんですが、
こういう怖くて不思議なところがあると知ってドキドキしたことを覚えています。もちろん、光が死んだ夏の話はフィクションだと知っていますが、それでも似ている話は本当に日本のどこかであるかもしれないって考えるとちょっと怖くなってしまうんです。漫画を作ったもくもくれんさんはすごくいろいろ調べて書いたんだと思います。設定に変なところもないし、こういうリアルスティックなところがあるからストーリーがさらに面白くなったんだと思います。3、日本語がわかる人だけが面白いシーンがある。この写真をちょっと見てください。読めますか？これ。基礎基礎のアイスありますって書いてあります。最後のこの四角みたいなのはますって読みます。これは、よしきとひかるが時々行くお店、山久にあるものですが、基礎基礎のアイスありますってこれ日本語が間違えて書いてあります。正しい答えがわかりますか？本当はキンキンのアイスが正解なんですけど、つまり冷たいアイスがありますという意味です。でもカタカナのんがソになってる。ヒカルが店のおばあちゃんにこれ間違ってるよって言うんですけど、おばあちゃんは読めればいい、そんなことを言うシーンがあります。英語の字幕では冷たいのcold が、COLB、cold になっていると書いてあったので、これはもう日本語がわかると面白いポイントだと思います。あとひらがなのくの形のお化けが出てくるんですけど、ひらがながわからない人には多分わからなかったと思います。日本語を勉強している皆さんは、こういったポイントもぜひ楽しんでもらいたいです。でもヒカルが死んだ夏は日本語の勉強にはちょっと難しいです。三重県の田舎という設定です。田舎なのでアクセントが皆さんが習っているものとは結構違いますし、方言も出てきます。三重は関西、大阪とか京都とかに、近いんですけど、名古屋の言葉にも近くて、アニメではねよく大阪の言葉を喋る人は出てきますけど、三重県の言葉を喋る人はほとんど見たことがないですから、だいぶ珍しいんですね。で、私も分からなかった単語がいくつかありました。例えばけった、これは自転車のことらしいんですけど、最初聞いても分かりませんでした。三重県出身の友達にちゃんと聞いてやっと分かりました。あと昔の言葉や歴史でしか出てこない言葉も多いので、日本語の勉強にはちょっと難しいかなと思います。ここまでおすすめポイントのお話をしてきましたが、ここからは、展示会の写真を紹介します。ビデオは撮ってはいけませんと書いてあったので、写真も、少し撮っていいところがありましたので、いくつかの写真を紹介したいと思います。こちらはですね、山久の、お店の前ですね。それからこちらはわしゃわしゃってすごくたくさん書いてある、ものなんですけど、漫画ではこのわしゃわしゃってすごいたくさん書いてあるんです。これはセミの声がうるさいということをこのオノマトペで表現しています。本当に日本人がこれを見るとすごいうるさいセミの声が本当に聞こえてきそうな感じでした。あとは、このミンチ兄貴ですね、触ったり、写真も撮れました。触るとニャーって言うんです。すごい良かったです。結構大きい猫でした。
それから、ヨシキの部屋や、地獄のスケッチも見られました。あと面白かったのは、アメリカというレストランが出てくるんですけど、アメリカメガデラックスマウンテン大統領っていう、大きすぎるパフェが出てくるんですが、それがあって、ついでかって言っちゃったんですけど、ハイカロリーすぎて笑っちゃいました。帰りにコラボメニューの、ミニアメリカデラックスマウンテン大統領を食べてきました。ミニでもお腹いっぱいでした。最後にですね、紹介する写真はアニメ漫画を見た人にしかちょっとわからない写真になるんですが、こちらです。ちょっとびっくりしました。ヨシキはヒカルの中が鶏肉みたいって言ってましたが、確かに鶏肉っぽい。でも弾力があって筋肉をしっかり感じました。すごい体験ができてよかったです。展示ももうすぐ終わりますが、アニメはシーズン2もやることが決まったみたいなので、これからも楽しみですね。ということで今日はヒカルが死んだ夏について話してみました。このアニメはストーリーも深いしリアルだし、本当に絵が美しいです。演出も素晴らしくて映画を見ているみたいです。ちょっと怖いんですけど、日本の美しい田舎とホラーミステリーを深く深く楽しんでもらいたいです。このチャンネルではアニメや漫画について優しい日本語でお話ししています。皆さんがもっと日本語でアニメや漫画を楽しめるようにお手伝いができたら嬉しいです。それではまた。